解説。悲しき運命を背負った男たち、昭和特撮哀愁のダークヒーロー傑作ベスト10。今回は、昭和の特撮史に隠れた哀愁のダークヒーローたちを紹介するぜ。哀愁？ヒーローって強くてかっこいいものじゃないの？それに、ダークってどういうこと？もちろん強いぜ。だがな、彼らの多くは生まれたこと自体が悲劇だったり、人間を守るために戦っているのに、その人間から差別されたりするんだ。今回はあえて仮面ライダー以外で、そういった男の悲しみを背負ったヒーローを厳選したぜ。なるほどね。華やかな活躍の裏にある、切ない物語を知りたいわ。おう。ただし、彼らの悲劇的な結末や隠された正体に深く切り込むから、今回は重大なネタバレが含まれるぜ。未視聴の人は注意してくれよな。物語の核心に触れないと、その本当の哀愁は語れないものね。視聴者の皆さんも、心の準備をお願いするわ。大人になった今だからこそ心に染みる、孤独な男たちの物語。ハンカチの用意はいいか？それじゃあ、早速第10位から行くぜ。第10位。天神ザボーガー、1974年。第10位は、1974年放送の天神ザボーガーだ。亡き父が作ったロボットと一体になって悪と戦う、秘密刑事大門豊の物語だぜ。ザボーガーって、バイクがロボットに変形するやつよね。熱血ヒーローってイメージだけど、どこに哀愁があるの？その哀愁が際立つのが最終回だ。恐竜軍団のボス、三首竜との決戦で、大門はザボーガーに限界を超えた攻撃を指示するんだ。限界を超えた攻撃？ああ。敵に組みついた状態で、大門は、ストロングバズーカファイヤーと叫び、さらに、バズーカファイヤーを撃ち続けるんだ、と絶叫して、至近距離から撃ち続けるよう命じたんだ。技は見事に命中して三首竜を倒すが、その大爆発にザボーガー自身も巻き込まれてしまう。嘘？ザボーガーはどうなったの？煙が晴れた後、そこにはもうザボーガーの姿はなかった。完全に消滅してしまったんだ。だが大門は、取り乱すこともなく、その事実を静かに受け入れるんだぜ。相棒がいなくなったのに、泣いたりしないの？そこがこの作品のすごいところだ。ラストシーンでは、仲間たちと噴水の前で笑顔で別れ、先に車で出発した中野刑事を、中野さん、待ってくださいよと走って追いかける。湿っぽさをみじんも感じさせないほど明るく終わるんだ。そんなにあっけらかんとしてるの？なんだか拍子抜けしちゃうわね。だが、その明るさこそが逆に切ないんだよ。戦いが終われば兵器であるザボーガーは消え、大門はただの青年に戻る。その切り替えの速さが、戦う男の孤独な役割を残酷なまでに表していて、大人になって見返すと猛烈に哀愁を感じるんだぜ。第9位。怪傑ライオン丸、1972年。第9位は、1972年放送の時代劇特撮、怪傑ライオン丸だ。戦国時代を舞台に、日本征服を企む大魔王ゴースンと戦った、獅子丸たちの過酷な旅の物語だぜ。時代劇でライオンのヒーローって、インパクトがすごいあるわね。でも、そんなに悲しいお話だったの？ああ。この作品は仲間の死が徹底して描かれているんだ。特にライバルだったタイガー城こと虎城之助の最後は涙なしでは見られないぜ。彼は獅子丸を助けるために怪人と戦って致命傷を負い、駆けつけた獅子丸の腕の中で息絶えるんだ。ライバルが助けてくれるなんて熱い展開だけど、死んじゃうなんて。その時のセリフが切ないんだ。すまん。お前との勝負、預けっぱなしにして。俺だけ先に行ってしまうなんて。と無念を語り、最後は、すまん。先に行かせてくれ。と言い残して死んでいくんだぜ。悲しすぎるわ。でも、最後は獅子丸が仇を撃ってハッピーエンドなんでしょ？それが違うんだ。最終回、巨大化したゴースンを倒す手段がなくなったライオン丸は、決死の覚悟で空を飛び、ゴースンの口の中へ飛び込むんだ。食べられに行ったの？体内から心臓部を突き刺すためだ。作戦は成功してゴースンは大爆発を起こすんだが、獅子丸もその爆発に巻き込まれて消えてしまったんだ。嘘でしょ？
何も残らなかったの？ああ。爆炎を見つめながら、沙織は、獅子丸さんはお空へ帰っていったのよと自分に言い聞かせ、小助も、お嬢様のところへなと涙をこらえて答えるだけだ。主人公が死んで終わるなんて、子供番組にしては重すぎるわよ。最後は、残された二人が去っていく後ろ姿に、獅子丸は今、大空へ帰っていくというナレーションが重なって終わる。平和は守られたが、ヒーローはもういない。この壮絶なラストは、当時の子供たちに強烈なトラウマと感動を同時に植え付けたんだぜ。第8位、イナズマンフラッシュ。1973年、1974年。第8位は、1973年から放送されたイナズマン、そして続編のイナズマンフラッシュだ。超能力者である青年渡り五郎が、新人類帝国やデスパー軍団と戦うサイキックアクションだぜ。イナズマンって、さなぎから蝶になるヒーローよね。デザインは華やかだけど、そんなに暗いお話なの？まず変身システム自体が忍耐の塊なんだ。第一形態のさなぎマンは、防御力こそ高いが攻撃はできず、敵の猛攻をひたすら耐え忍ばなきゃならない。その痛みをエネルギーに変えて、ようやくイナズマンになれるんだ。変身するたびにボコボコにされるなんて、見ていて辛くなりそう。さらに続編のフラッシュでは、敵に支配された地下都市が舞台になり、作風が一気にハードになる。だがな、特撮ファンの間で語り草になっている最大の哀愁は、放送されなかった幻の最終回にあるんだ。幻の最終回？実際の放送とは違うの？ああ。実際の最終回は、相棒の荒井誠が生き別れた妻子と再会し、イナズマンも敵を倒して朝日を見つめるという、救いのあるハッピーエンドだった。だが、当初の脚本は全く違ったんだ。どんな結末だったの？激闘の末に全ての超能力を使い果たした五郎は、ただの無力な人間。廃人のようになってしまう。そして、家族と抱き合って喜ぶ新井たちの幸せな光景を遠くから見つめ、声をかけることもできず、一人雑踏の中へ消えていく、という衝撃的なラストだったんだぜ。うわぁ。自分が命がけで守った平和なのに、その輪に入れないなんて残酷すぎるわ。結局、プロデューサーのヒーローは口笛を吹いて去るものだ。という判断で変更されたんだが、この没シナリオこそが、本作が本来書こうとしていた超能力者の孤独を象徴しているとして、今も伝説として語り継がれているんだぜ。第7位、悪魔イザー3。1975年。第7位は、1975年放送の悪魔イザー3だ。地底世界から侵攻してきた悪魔族に対し、正義に目覚めたザビタン、イビル、ガブラの3人が立ち向かう物語だぜ。タイトル通り、見た目は完全に悪魔よね。でも、彼らは人間の味方なんでしょ？そうだぜ。だが、その姿ゆえに人間から怖がられ、石を投げられることさえある。それでも彼らは人間が好きだからという理由だけで、同族殺しの汚名を背負って戦い続けるんだ。そのけなげさがすでに泣けるんだが、極めつけは最終回だぜ。どんな最後だったの？敵の創始団長ゲベルは、あらゆる攻撃を跳ね返す不滅の盾を持っていた。これを破る手段はただ一つ。自らの魂をエネルギーに変えて突撃する捨て身の技。悪魔イザーアタックしかなかったんだ。魂をエネルギーに。それって、使ったらどうなるの？二度と元の姿には戻れない。それを知りながら、彼らは地上の平和のために技を発動したんだ。ゲベルを倒すことには成功したが、大魔王ガルバーの呪いもあり、3人は3つのカプセルに閉じ込められてしまったんだぜ。死んじゃったわけじゃなくて、カプセルになっちゃったの？ああ。ラストシーンでは、魂を封じられた3つのカプセルが、宇宙へと漂っていく映像が流れるんだ。そこで語られるナレーションが、視聴者の涙腺を崩壊させたんだぜ。なんて言ったの？再び、悪魔イザー3が変えることはない。だが、泣くのは予想。ザビタン、イビル、ガブラの魂は、いつまでも生きているのだから。平和は守られたが、彼らはもう二度と帰ってこない。
自己犠牲の極みのような、切なすぎるエンディングだぜ。第6位、解決ズバット、1977年。第6位は、1977年放送の解決ズバットだ。親友飛鳥五郎を殺した犯人を探して日本中を旅する、私立探偵早川健の物語だぜ。ズバット参上、ズバット解決よね。キザで痛快なヒーローって印象だけど、どこに哀愁があるの？その哀愁は、最終回で明かされた真犯人の正体と、孤独なラストにあるんだ。悪の組織ダッカーの真の首領、総統 D の正体は、なんと国際秘密警察官の神龍晋介だったんだ。国際秘密警察官？それって味方じゃないの？ああ、早川の協力者である東条刑事の中学時代からの親友でもあったんだ。だが実際は、自分の正体を知った飛鳥五郎を口封じで殺害した張本人だった。信頼していた人間に裏切られていたという、救いのない真実だったんだぜ。うわぁ、親友の仇が、味方だと思っていた人だったなんて、残酷すぎるわ。決戦の時、早川は制限時間を超えたズバットスーツを自ら引き裂き、生身で人流に挑んで倒す。そして復讐を終えた後、彼はたった一人で飛鳥の墓参りに行くんだ。仲間たちのところには戻らなかったの？ああ。彼は墓前に悪の大組織ダッカー壊滅のカードと花束、そして愛用していた武器、十字剣を捧げて、飛鳥、お前の仇は取ったぜと言い残すんだ。武器を置いたってことは、もう戦わなくていいってことね。でも、一人ぼっちなの？遅れて駆けつけた東条や治たちは、残されたカードを見て初めてズバットが早川健だったと知るんだ。だがその頃、早川はもういない。エンディング曲、男は一人道を行くが流れる中、誰にも別れを告げず、どこかへとふらりと消えていく姿は、まさに哀愁そのものだったぜ。第5位、シルバー仮面、1971年。第5位は、1971年放送のシルバー仮面だ。父が残した光子ロケットエンジンの設計図をめぐって、春日兄弟が宇宙人と戦う SF ドラマだぜ。シルバー仮面って、途中から巨大化するヒーローじゃなかったっけ？その通りだ。だが今回は、あえて第1話から第10話までの、等身大編に絞ってランクインさせたぜ。なぜなら、この初期のエピソードこそが、特撮史上類を見ないほど過酷で、哀愁に満ちているからなんだ。等身大の時って、そんなに辛い状況だったの？まず第1話で実家を焼かれて、兄弟5人は帰る場所を失ってしまうんだ。金も支援もなく、気の幹のままで野宿を繰り返す家なき子状態からのスタートだぜ。ヒーローなのにホームレス状態なの？それは世知辛いけど、まだ頑張れそうじゃない？一番きついのは、世間からの理不尽な迫害だ。彼らは宇宙人を倒して人々を守っているのに、戦いの余波で起きる火災や破壊の原因だと誤解されてしまうんだ。まさか。ああ、警察からは放火魔や凶悪犯として指名手配され、一般市民からも犯罪者扱いされてしまうんだぜ。命がけで守っている相手から追われ、身分を隠して怯えながら旅をしなきゃならないんだ。ひどすぎるわ。感謝されるどころか、警察に追われるなんて報われなさすぎるじゃない。公的機関の助けは一切なく、世間からは白眼視され、頼れるのは兄弟5人の絆だけ。この徹底した孤立無縁のリアリズムが、初期シルバー仮面の独特な暗さと魅力であり、視聴者の心に深く刻まれた哀愁なんだぜ。第4位、ロボット刑事、1973年。第4位は、1973年放送のロボット刑事だ。警視庁に配属されたロボットの K が、犯罪組織馬道と戦う物語だぜ。ハンチング帽にブレザー姿のロボットよね。でも、ロボットが刑事って、周りの人間とうまくやっていけるの？そこがこの作品の最大のテーマであり、哀愁なんだ。ベテランの芝刑事は、当初 K のことを鉄くずと呼んで徹底的に差別し、人間扱いしなかった。K は詩を読むほど繊細な心を持っているのに、その孤独は深かったんだぜ。人間を守るために戦っているのに、仲間に認められないなんて辛すぎるわ。だがな、
最終回でその関係に救いが訪れるんだ。馬道の修行が、ケイの母親代わりであるマザーの弟、霧島ジョージだと判明する悲劇的な展開の末、敵は自爆して滅びる。身内が黒幕だったのね。で、戦いが終わった後、ケイはどうなったの？どこかへ去っちゃうの？いや、逆だ。事件解決の地の屋上で、あの芝刑事が、ケイ、いつまでも一緒にやってくれよなって言うんだよ。あの頑固親父が出れた。ああ、そして祝杯の席で、ケイが調子に乗ってビールを飲もうとして、芝に、お前、飲めるのかって突っ込まれて頭をかく、という、最高に微笑ましいハッピーエンドで終わるんだ。よかった孤独だったロボットが、最後に本当の仲間になれたのね。原作漫画版は救いのない悲劇で終わるんだが、テレビ版はこの心の交流を描き切ったことで、特撮史に残る名エンディングになったんだぜ。第3位、愛の戦士レインボーマン、1972年。第3位は、1972年放送の愛の戦士レインボーマンだ。インドの山奥で修行し、7つの化身に変身する能力を得た大和武士が、秘密結社、シネシネ団と戦う物語だぜ。その敵の名前、インパクト強すぎない？愛の戦士ってタイトルとは裏腹に、なんだか殺伐としてそうね。ああ、彼らの目的は世界征服じゃなく日本人抹殺だからな。経済を混乱させたり、宗教団体になりすましたり、攻撃が演出でリアルなんだ。終盤には、ダック、悪魔武装戦隊という精鋭部隊まで投入してくるぜ。どんな部隊なの？黒い軍服にベレー帽で統一された、戦闘のプロフェッショナル集団だ。耐火服や専用の戦闘機、さらには塔当ての術を跳ね返す兵器まで装備して、軍隊規模でレインボーマンを追い詰めるんだ。うわぁ、個人のヒーロー相手に軍隊を出してくるなんて、容赦なさすぎるわね。そのダックを退け、ついに主要ミスター K を追い詰めるんだが、アジトにあったのは K 本人ではなく、ただのテープレコーダーだったんだ。K は指令の声を残して、とっくに逃亡した後だったんだぜ。嘘でしょ？じゃあ、敵の親玉を取り逃がして終わっちゃったの？そうだ。組織は壊滅していない。それでもたけしは戦い続ける。ラストシーンでは、足の手術を受けるために海外へ旅立つ妹みゆきが乗った旅客機を、レインボーマンが空を飛んで静かに見送る姿で終わるんだ。見送るだけ？一緒にいられないの？正体を隠し、家族の幸せを守るために孤独な戦いを続けるしかない。その背中は愛の戦士という名の通り、愛するがゆえの孤独を背負っていて、見ている側に強烈な哀愁を残すんだぜ。第2位、鉄人タイガーセブン、1973年。第2位は、1973年放送の鉄人タイガーセブンだ。これは特撮ヒーロー史上、最も救いようのない鬱展開として伝説になっている作品だぜ。虎のマスクがワイルドで強そうだけど、そんなに暗いお話なの？ああ、主人公の滝川剛は、人工心臓ペンダントの力で変身して戦うんだが、無限人の卑劣な作戦で、守るべき人間たちから迫害され、石を投げられることさえあった。孤独と不信の中で戦い続けたんだが、最終回でさらなる絶望が彼を襲うんだ。一体何があったの？剛の人工心臓の寿命があと2日しかないことが判明するんだ。死の恐怖に耐えられず、剛は一度戦いから逃げ出してしまう。だが、恩師の高井戸博士が自分の代わりに単身敵に挑んで殺され、残したテープで逃げるなと諭されたことで、剛は死ぬ覚悟を決めて再命の戦いに挑むんだぜ。命を削って戦うなんて。でも、最後は敵を倒して、平和が戻ったんでしょ？敵のギル大使を倒してムー帝国は滅びた。だが、衝撃的なのはその後だ。駆けつけた仲間たちの目の前で、タイガーセブンは変身を解き、その正体が滝川剛であることを明かすんだ。ついに正体を明かしたのね。じゃあ、みんなに感謝されてハッピーエンド？いや、真逆だ。剛は呆然とする仲間たちに一言も声をかけず、無言のままバイクに乗って走り去っていくんだ。どうして？どこへ行くのよ？自分の死期を悟っていたからさ。平和は戻ったが、剛は誰にも見取られず、
たった一人で孤独に死んでいく道を選んだんだ。助けた人々からの称賛も、仲間との団らんも拒絶し、ただ死ぬためだけに荒野へ消えていくラストシーンは、あまりにも悲惨すぎて言葉を失うぜ。第1位、人造人間機械だ。1972年。栄えある第1位は、1972年放送の人造人間機械だ。光明寺博士によって作られた人造人間二郎が、悪の組織ダークと戦う物語だぜ。左右非対称のデザインが印象的よね。でも、彼もまた悲しい運命を背負っているの？二郎には、良心回路という機能があるんだが、これが不完全なんだ。だから敵の笛の音で良心が狂わされ、苦しみながら戦う姿が描かれてきた。だが、最大の哀愁は平和が戻った後の決断にあるんだ。決断？最終回、二郎はダークの最後の戦士白骨ムササビを倒し、狩猟ギルも基地と共に自爆して果てる。記憶を取り戻した光明寺博士は、ロボットが悪用されることを恐れて、子供たちとスイスへ移住して静かに暮らすことを決めるんだ。ハッピーエンドじゃない。二郎も一緒に行ったんでしょ？ヒロインの美津子はそう信じていた。でも二郎は、博士にだけこっそり別れを告げるんだ。博士が良心回路を完全にしてやれなかったことが心残りだと詫びると、二郎はこう答えたんだ。いえ、僕はこのままがいいんです。欠点の多い人造人間のままで、完全な機械にはなりたくありませんとな。どうして？完全になった方が楽になれるのに。不完全な回路に負けない精神力を身につけるため、あえて茨の道を選んだのさ。そして出発の日、二郎は空港には現れず、川のほとりで飛び立つ飛行機を見上げるんだ。美津子さんたちに会わずに見送ったのね。頭上で美津子の呼ぶ声が聞こえたような気がしても、二郎は決して振り返らない。ただ一人、サイドマシーンのアクセルを吹かして走り去っていく。愛する人たちとの安らかな生活よりも、不完全な自分との戦いを選んだその背中は、特撮史で最も美しく、そして悲しいラストシーンだぜ。総評、まとめ。今回は哀愁のダークヒーローたちを見てきたけど、みんな壮絶な運命を背負っていたのね。勝って終わりじゃなくて、勝った後にこそ本当の孤独が待っているなんて。そうだな。彼らは強大な敵と戦うだけでなく、自分の出生や宿命、そして世間からの偏見とも戦っていたんだ。その背中に漂う寂しさこそが、昭和の特撮が書こうとした大人のドラマだったのかもしれないぜ。子供の頃はただ、かっこいいとしか思わなかったけど、今見返すと涙が出そうになるわ。彼らの犠牲の上に、今の平和があるような気がしてくるもの。ああ、彼らが教えてくれた強さとは何か、正義とは何かという問いは、時代を超えて俺たちの胸に響くよな。みんなの心に残っている哀愁のヒーローがいたら、ぜひコメントで教えてくれよな。というわけで、今回はここまで。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。